ティなんちゃってお尻の穴の手術中でした。さて今回はマジェスティ125エキゾーストスタッドボルト編。簡単に終わると思っていたのに一本外れず悪戦苦闘、横倒しにして叩いたり削ったり穴掘ったり倒したついでにメンテナンス、しかもトラブル発生。最後までゆっくりしていってね。はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。というわけで、それはある日のこと。突然排気音がうるさくなったので、シリンダーあたりを覗き込むと、エキゾーストのナットが欠落してた。別のナットを用意して閉めたけど、いくら締め込んでも空回り。スタッドボルトとナットが錆びて痩せて細くなっていたらしく、舐めてしまいました。十分に締め付けることができず、排気漏れで2倍の騒音です。そこでスタッドボルトとナットの両方とも新品交換。またまた登場、旧エンジンです。スタッドボルトの本来の外し方について部品取りを兼ねてやってみます。まずはボルトの溝を清掃しましょう。ダブルナットで回します。適当なナットを2個つけて、それぞれ逆方向に回してロック。奥側のナットを回して抜き取ります。何の問題もなく抜けました。それではいよいよ本番です。マフラーを外してさっきと同じ要領でダブルナット。ところがネジ山が潰れてナットが入らない。ネジ山も頼りなくナット2個も難しい。強引に入れても良いのですが、別の方法でやってみます。と言ってもただ掴んで回すだけです。バーナーで温めてバイスプライヤー、左右に少しずつ回して
出したので、あとは一気にとりあえず1本抜けました。この調子でもう1本バーナーでエンジン側を温め、パーツクリーナーでボルトを冷やす。上に向かって浸透潤滑剤は使えない。小刻みに揺らして少しずつ。あれ、様子がおかしいな。一体どんな締め方をしたんだ？それとも中で固着しているのか？格闘すること30分。ついに折れました。一番恐れていたことが現実になり、このままではシリンダーは不良品。次なる作戦を考えます。金の子で縦溝を刻んでみます。根気よく縦溝を作ります。うまくいく確証はありません。ハンマーで叩くと同時に回転方向に変換してくれるショックドライバー。マイナス用をセットして叩きます。ついに砕けました。これは困ったぞ。全く回る気配がない。よくあることではあるけど、とうとう挟むところさえなくなり、パニック状態。次なる作戦を考えます。残った部分を平らに削って、ポンチで真ん中にガイドを打って角度に注意してまっすぐ穴を開けます。よし、オッケー。穴を広げようと電動ドリルにチェンジ。ところがエンジンブラケットが邪魔で正確な角度で入らない。そこでエンジンブラケットを外すため、思い切って真横に倒すことにします。そのためにはいろいろな準備が必要です。まずはガソリンを抜くこと。フックを使ってスプリングを外し、車重がかかりステップが折れるので、センタースタンドも外します。先に左側をすべて緩めておきます。タンデムステップとアンダーカウル。
使っている場合は液漏れするのでバッテリーも外します。傷つけたくないところはすべて外します。燃料ホースとフロート室のガソリン、左に倒すとオイルシールの隙間からギアオイルがクラッチ側に侵入。クラッチ邪魔の原因になるのでギアオイルも抜いた方が良いです。段ボールを敷いてゆっくり倒して手術の用意ができました。先に左側は緩めてあるので今度は右側、作業性が悪いのでブラケット外します。極細のエクストラクターを購入。叩き込むことで逆溝が食い込む。おや、極細だから食い込みが浅く滑る。穴を広げて奥まで深く入れてみます。エクストラクターが折れそうで怖い。リフトもしません。こうなったらさらに穴を広げてみます。そして別のセットも買ってみました。Amazon で約700円でした。食い込む部分の溝が細かい形状。手でゆっくり回してみます。歯が立ちません。レンドルの先につけて勢いよくエクストラクターが負けました。こうなったら最終手段です。残っているボルトの残骸を粉砕します。シリンダー側の溝を再使用するため徐々に穴を広げ慎重に攻めます。角度に気をつけながらネジ穴を壊さないように少しずつ削ります。マイナスドライバーをタガネ代わりにして薄くなった残骸を削ぎ落とします。ペンチで破片をできるだけ掃除して入り口だけでも復旧させます。あとはタップで残骸だけを除去します。元の溝に沿うようにゆっくりとタップからの手応えを感じながら新たに切るのではなく再生する感じ。スタッドボルトが十分入る深さまでなぞるようにゆっくり回します。うまくいったみたいです。新
しいボルトを入れてみましょう。あの悪夢を二度と繰り返さないようにシリコングリスを塗っておきます。シリコン耐熱は250度です。耐熱グリスなら何でも良いと思います。今度は手前のナットを回してダブルナットで締め込みます。よし、OK。そしてもう一本。何の問題もありません。完了です。そしてニックキーボルトの残骸です。倒して外したついでにブラケットのベアリングをメンテ 6203LU と読み取れます。パーツリストにも載ってなく高回転軸受けでもないのでオーバーホールして再使用します。手で回して引っかかる場合は交換です。サークリップを外して分解。ちなみにこっちは左側です。一旦シールを外して中を洗浄。古くて汚れたグリスを洗い流して指で回転させながら動きを確認。パーツクリーナーで繰り返し洗浄。エアダスターで乾燥。ベルハンマースプレーを一吹き。指で回してなじませて画面押しでもう一回ベルハンマー。固めのグリスを指で圧入。シールを戻して蓋をします。回転接触部にグリスアップ。一旦組み上げて車体に戻します。エンジンマウントナットを閉めて右側のベアリングも同じように洗浄。うっひゃー、茶色い汁が出てきた。もはや泥水やないか。右側は空を向いているので雨水が侵入。エアダスターで乾燥。ベルハンマースプレーを一吹き。シリンジを使ってグリス圧入。シールを戻
戻して蓋をします。よし、OK。ブラケットを元に戻します。ネジロックを塗布してエンジンに固定。エンジン周りのボルト類は振動で緩みやすいので、ネジロックと数日後に点検が必要です。エグゾーストガスケットも新品にします。ナットも新品でやっと交換することができました。無事手術は成功しました。センタースタンド取り付け。実は今回の修理初日にセンスター外さずに横倒ししたため、全車重がステップにかかり折れました。慌ててヤフオクで中古を落札。結局センタースタンドも交換でした。それではガソリンを入れてエンジンをかけてみましょう。緊張の瞬間です。キャブレターの中も空っぽにしたので、ガソリンが回ってくるまで少し時間がかかります。きたー。排気漏れも収まってとても静か。音を聞き比べてみましょう。静かすぎて動画内で音が聞こえない？無事に治ってよかった。ちょっと待った。実はこの後しばらくすると激しいクラッチジャダーが発生してしまいました。動画内に出てきた実際トラブルあり、もう一つのトラブルとはセンタースタンド同様、修理初日にギアオイルを抜かずに横倒しにしてしまったため、クラッチ内にギアオイルの侵入を許してしまったのでした。そこで次回のコマジ企画は、自ら招いたクラッチジャダー編です。また見てね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。